こんにちは、日本語クラスです。こんにちは、日本語クラスです。今日はライブでお話しします。はい、よろしくお願いします。今日は日本のニュースについて、お話しします。はい、今日はできるだけ短く簡単にお話ししたいと思います。はい、ライブもし聞いてくださっていたら声が聞こえますとメッセージを送ってくださいよ。どうぞよろしくお願いします。はい、今日の、皆さんにお話ししたいニュースは、この写真をまず見てください。はい、とっても綺麗な写真ですね。そうですね、山が見えます。そうです。皆さんがよく知ってる日本の有名な山です。はい。この山ってそうなんです。ミシュランってありますよね。フランス料理のミシュランって聞いたことありますよね。ミシュランの星、スターなんでしょう。このレストランは美味しいですってフランスのなんかミシュランっていう人たちが決めたらとても有名になる。すごい美味しいってなる。でそれが店じゃなくて観光地とかその場所とかで、とても素晴らしいというのをミシュランが決めるのがあるらしいんですね。でそれに富士山は素晴らしい山と日本の素晴らしい山に選ばれています。はい、今山の名前を言ってしまいましたが、そうですね、これはそうです。富士山ですね。みんなが知ってる富士山です。そうなんです。今日はこの富士山のお話をします。私の YouTube をよく聞いてくださってる方は、また富士山の話って思ってるかもしれないですね。ですね、私も今日また富士山の話をしたくないんですね、本当はね。ですがもう今週のニュース、富士山のニュースすごい多かったんです。はい、いい話でもいい話もあるけど悪い話もあって、そうなんですね。だからそれは私たちにみんなに関係がある。特に山登りたい人には関係がとてもあるので今日しょうがない、もうこのトピックにするしかないと思ってお話ししますね。で、今聞いてくださってる方、メッセージでぜひ声聞こえますかね。このハングルの方ありがとうございます、こんばんはってね、声聞こえますか、大丈夫ってね、聞こえますってぜひ教えてください。お願いします。ですね、今日はその富士山でですね、簡単に言うと明日っていうかもう今日になっちゃった。7月1日から、日本のこの富士山は夏のシーズンといって、約2ヶ月間山に登っていいですよ、どうぞ皆さん来てくださいというのが始まるんですね。でちゃんと言うと、7月1日から9月10日までの約2ヶ月間なんですね。で、この時はって登っていい、もちろんで登っていく時大変じゃないですか。ここ登って1日で登るなんてね、すぐ登るなんてできないから、その途中でこうご飯を食べるとことか泊まるところとか寝るってことですね。ホテル、素敵なホテルじゃないけど小さな、ね、小屋っていうんですけど、山小屋っていうんですけど、そういうのがやってるんですね、その2ヶ月の間はね。だけどその時じゃない時に山に登ろうとする人、そして本当に登ってしまう人というのがいるんですね。なんで登るのって私は思うんですけど、いるんですよ。でそれは日本人の人もいるし外国の人もいるそうです。で
あの先週の日曜日かな、登ってしまった人がいました。まずね、その人は日本人の人で山にとても慣れている人だったんですが、結果から言うと亡くなりました。死にました。そう、実はそういう人が何人もいて、その人はですね、多分一人で登ったんじゃないかと言われてるらしいんですね。まずそれも良くないんですけど、ただちょっと気になるのはすごい慣れてる人です。で、あのレスキューが探しに行って見つけた時にはもうちゃんと服を着てると、その死んでしまった人もね、ちゃんと山の服装、山のための服を着ているし、ヘルメットもしてるし、ちゃんと準備していたんだけど、あの亡くなったんですね。で、多分ちょっと傷があったらしいですね。なんで死んでしまったというと、多分風がとっても強かったんじゃないかっていうふうに考えられてます。もうだいぶ上の方まで登ってたらしいんですね。そうで、スキーの板も持っていたらしくて、多分見る感じだと風が強くて倒れたっていうことと言われていて、もうちょっと私それ怖くなりましたね、聞いて。男の人なんですね、それね、亡くなった人。そんな慣れてる人でも死んじゃうんだと思って。で、まず皆さんに言いたいのは、あの新聞にも書いてあったのが、この明日から登っていいんですけど、7月1日から登って大丈夫なんだけど、風がすごい強いらしいんですね、この夏シーズンって。なので20メートルって書いてありましたね。風の強さ、普通の男の人が立っていられないらしいです。倒れちゃう。そうだから、もちろん女の人なんて簡単に倒れちゃうし、怪我しますよね。で、明日から登ればまだレスキューは来やすいはずだから安心なんですけど、それでもちゃんと準備をして登らない、特に外国の人が毎年多いらしいんですね。特にね、服が寒い服で登っちゃう。寒いというか全然足りない、ジャンバー持ってないとか、持ってるけどすごく薄いジャンバーとかダメだそうですよ。すごく寒いと書いてありました。ですので、もしね、皆さんが登る場合、そして皆さんのお友達が登ろうと思っている場合は、本当にもううるさいっていうぐらい教えてあげてください。もうね、本当にね、あのよく見ます。テレビとかでも見るんです、レスキューの番組でね。本当に薄い服で来ちゃったとか、食べ物あんまり持ってこないで来ちゃったとか、こんなに大変だと思わなかったとかね、そういうことがあるみたいなんですね。やっぱりね、外国の人だと情報が少ないと思うんです、日本のこの富士山について。だからそんなに高い山じゃないしね、多分大丈夫って思っていると大変なことになりますね。実際富士山って、何メートルか知ってますか？世界で見ると本当にそんなに高い山ではないです。うん。あとみんなムヤーさんの、聞こえますと、あとハングルの方聞こえます、ありがとうございます。メッセージを今読みました。ありがとうございます。あと今まさか結構聞いてくださっているチャットライブで聞いてくださってる方、ありがとうございます。よかったら自由にメッセージ送ってください。ですね、そう、もう一回話戻ると、何の話だかな。何メートルか。富士山はですね、3000かとね、まずそんな高くないでしょ。3776メートルだそうです。3776ですね。世界にはもっともっともっと高い山ね、ありますよね。だから、いやそっちの山登ったことあるから大丈夫なんてね、
とか、もっと簡単でしょって思ってると、そうでもないと、そんなことはないというのが怖いところですね。そうだからね、本当に登る場合は本当によく調べてほしいですね。あのいやね、死んじゃうなんて嫌ですよね。せっかく日本に来てね。ちなみにですね、ちなみにっていう言葉何ですかって前聞かれたことあるんですけど、ちなみにっていうのはこれから新しいちょっとした情報を言います、小さい情報を言いますよっていう意味なんですけど、ちなみに、去年の事故、富士山であった事故の数を言います。今どのくらい事故あったと思いますか？去年、うん、去年ですね、やっぱりどんどんコロナの時みたいにコロナの前ぐらいに登る人がまた増えているんですね。だから事故の数も増えていて、去年は事故の数が69件、69の事故があった。そして亡くなった人、死んでしまった人いますよ。去年も2人。はい。これは去年のこの夏のシーズン、どうぞ皆さん登ってください、いらっしゃいませと開いてる2ヶ月の間に起きた事故の数です。2ヶ月で69の事故が起きて2人の人が死んでいる。はい。どうして、一番多かった理由はやっぱり寒いっていうことだそうです。登っている途中で体がとっても寒くなってしまう、低体温症と言います。言葉難しいんですが、体がすっごい冷たくなっちゃう状態ですね。で、やっぱり風が強いからだと思います。実際山の上で寒いし、あと風がすごく強く吹いたら体はとっても冷たくなっちゃいますね。これでもう無理、ダメ、レスキュー呼んでくださいっていう人一番多かった。で、2番目が倒れちゃう。これは風のせいなのか、靴がねあんまり良くなくて歩きにくくて倒れたのかわかんないですけど、倒れてっていう理由が2番目だそうです。3番目はもう疲れてしまって歩けなくなっちゃうっていうのも3番目ですね。でも気持ちはわかるな。もう喉も渇くし寒いし、なんか外から見てたら富士山綺麗だったのに登ってたらなんか全然楽しくないってあれって思うかもしれないですね。まだつかないんですか上にってね。だからとにかく登る場合は本当によく調べてから登りましょう。ちゃんと外国語で、いろいろホームページに書いてあるので、登る前に富士山、マウント富士ってちゃんと調べてきましょうね。そして、前の私の YouTube でもお話ししたんですけど、富士山はですね、今お金がかかる、お金払わないと登れないっていうルートがあります。ってね、何それ、あと何人までしか登れないよっていう、もうこれ以上今日ダメ、これ以上入っちゃいけません、山登れませんっていうルールもできました、今年から。ってね、何それ、そんなの知らないしもうめんどくさいって思ったかな、誰かね。そうですよね。ですね、そんな人はですね、もっと簡単な山がありますので、私は実はあんまり富士山登るのおすすめじゃないんですね。ちょっと大変じゃないかなと思うんですね。見るだけでもいいと思うんですね。だから、もうちょっと簡単に登れる山ちょっとだけ今紹介するとこれですね。はい、東京にありますよ、山。はい、これ私は5月かな、5月にこの山に登ってきました。高尾山。高尾山って山田さん、高橋さんじゃなくて山って意味、高尾山、富士山の山、高尾山。はい、これは東京の新宿から電車で1時間乗ってすぐに山の場所に着きます。
でそこから登っていきます。簡単。それ599メートルしかないしなんですけど、低いなって思ったんですけど、そんなことなかったです。私登ったら結構大変でした。そして一番上まで行って天気が良ければここから富士山が見えます。ここに本当は富士山があるんですけど、私の時は見えなかった、ですのでこっちはいつでも登れますからでこっちは死なないですね。大丈夫で、こっちの山も実はミシュラン、最初話したミシュランになってます。この山も富士山と同じくらい素晴らしいですと、ミシュランが決めてくれました。富士山も星3つ、星が3つはですね一番いいってことなんです。で高尾山も星3つなんです。素晴らしい山なんです。何が素晴らしいのって思った人、ぜひこれ私の YouTube にあります。これで私いろいろこの山の素晴らしさをすごいもう熱く説明しました。そしていっぱい写真見られますので、見たら絶対みんな行きたくなると思います。本当に綺麗。登ってる時綺麗。もういいですよ。森いっぱい。そして神社、お寺があります。素敵、おすすめ、楽しい。ですので、ちょっとそれはやめよう。その話は今しない。これ後で見てください皆さん。そしてですね、じゃあ戻ると、ちょっと簡単に言うと、富士山の登れる人の数決まってますってさっき言いました。ですね、富士山って登るところがいくつかあります。登るのが山梨県っていうところから登る場合と、静岡県というところから登る場合があるんですけど、この山梨県の方から登る場合、吉田ルートっていう道があるんですね。そっち多分人気があるんだと思うんですね。そっちがですね、登れる人の数を決めました、今年から。それは1日4000人まで。4000人以上はもうダメ、来ないで、登らないでくださいと言われてます。で、そして登る時に2000円払わなければいけません。こっちの吉田ルートだけど、4000人かってね、じゃあ朝早く行かないとダメってね。4000って少ないですよ。結構すぐ4000になっちゃうと思う。人気だしね、富士山。どうしよう朝早くって。いや大丈夫です。そんな大丈夫ですよ。ちゃんとオンラインでインターネットで予約できます。予約して行きましょう皆さん。そうすればちゃんと自分の行きたい時間に登れますから、予約する。予約した時に、2000円もそこの予約のホームページでお金払えたと思います。サイトでね、多分クレジットカードとかそういうのだったと思うんですけど、それをやれば大丈夫だから、それについては私前の YouTube でお話ししたので、後でそれどのサムネイルか見せますね。で、吉田ルート多分一番人気のこの道はこっちお金かかるし、静岡県のからの行き方は3つ道がある。だけどこっちは何人でもいいしお金はかからないです。そうだからどこから登るかとかもちゃんと考えて行きましょうね。そう、そんなとこですかね。で最後にちょっともう一個怖い話をしましょうか。聞きたくないですね。でも富士山はやっぱり綺麗だけどバカにしてはいけない。やっぱ怖いです。山ですから。ですね、富士山この夏の時じゃない時に登った場合ですね、やっぱり誰も助けに来ないです。でも明日かなら大丈夫だけど、でも今年だったら9月10日までだったら大丈夫。でもその後に登る、10月登ってみようとか1月登ってみよう、雪の時とかね、もう死んでる人が毎年います。そして最初に言った、先週登ってしまった日本人ですね。先週登って実は今週にその人の亡くなった体が見つかったんですね。レスキューが探してですよ、ヘリコプターでね。家族が連絡して、すいません
うちの家族がいないんです、富士山行ってから探してくださいって何日もかかって見つかった。でその時に見つかった人はもう顔とか分かる、この人だな、もう亡くなってるって分かって、その時たまたまだと思うんですね。あと2人誰か分からない死んだ人が見つかったそうです。お怖いですね。もう顔が分からないんだと思います。もう誰見てもよく分かんない。で多分その人たちは、一人は今年の1月に家族がうちの夫がいないとかね、夫かどうかもよく分かってないんですけど、うちの家族がいないんです、富士山行ってから帰ってこない、1月からいなかった人と、あと去年の12月ですね。12月だから何ヶ月前だ、今6月、7ヶ月前かな、7ヶ月前に登ってしまった。その人もずっと見つかってなかったんですけど、今週誰かわからない死んだ人の体が見つかったんですね。だからレスキューの人たちも多分これはその去年の12月に山登っていなくなってしまった人じゃないかなと今調べているところだそうですね。だからダメですよね。1月とか雪降ってますしね。そんな時登るのも本当にダメなんですけど、そういう時に登ってしまってレスキュー、家族が探してくださいと言っても探せないと思います。見つからないと思うし、探す人たちも大変なので無理ですね。助けられないから本当に登る場合は今日から7月1日から9月10日の間に登りましょう。そしてちなみになんですが、今週ですね、ちょっと国の名前は言わないですが、外国人の方がまだ登っていいですよじゃないのに登っちゃったらしいんですね。登ってしまった一人で。そしたらやっぱりその人もですね、とっても薄い服で、あんまりちゃんと冬の服で行かなかった。寒くなりました。寒いです。で、そこで自分でレスキューを呼んで、その人は良かった、死ななかった、はい、助けてもらいました。はい、良かったですけど危ないですね。ギリギリですね。ですのでダメよそうダメだよってね。そもそもなんで山のシーズンじゃない時に人が登れるんだろうって私はちょっとよく知らないんですけど、多分道は空いてるのかもしれないですよね。登ろうと思えばなんか道があるのかもしれない。決まった道で行かなければ行けるのかもしれないですね。だから自信がある人、今まで他の山登ったことある人とかは特によし行ってみようみたいな、よし やってみたいって思って行ってしまうのかもしれない。だけどね、今週見つかったその男性のように山に慣れてる人でも死んでしまってますので、本当にねバカにしないでちゃんと準備して行ってほしいなと思います。はい、そんな話でした。今ですね、びっくりするぐらい今富士山を見に来る外国の人が多いんですよ。すごいんですよ。日本でもニュースになっているし、実は私もつい最近その富士山の近くの観光地に行って、人がいっぱいというか外国の人いっぱい、ここ日本じゃないかもって思うくらいいっぱいいて、本当にびっくりしたんですね。だからね、今年は特に登る人多いんじゃないかなと思うんです、富士山ね。だから本当に気をつけてほしいし、これ聞いてくださってる皆さんは日本語よくわかりますから、そう情報がね
入るから、ぜひ友達にも本当に教えてあげてください。そう思います。やっぱり結構いろんなことよくわかんないけど、多分大丈夫、慣れてる、山は大丈夫、登ったことあるしって思ってね行っちゃう場合がやっぱりあるみたいなので、ちょっと本当に、ダメだよって友達とかね教えてあげてください。多分聞いてくださって皆さんはもう大丈夫、行かないって、この夏のシーズンしか行かないって思ってくれたと思うんですけど、お友達にね教えてあげてくださいね。で今ゆえんさんが11月富士山に登ることは危険じゃないですか。危険やめた方がいいダメ最後メッセージ読みましたけど、登っていいのは本当に7月1日から、この吉田ルートっていう方、山梨県の方は、この2000円お金かかる方は7月1日から9月10日までです。で静岡県の方は3つ道があって、そっちは7月10日からなんですね。そっちは7月10から9月10日まで、は大丈夫です。登っていいです。そしてご飯を買う、飲み物を買う場所とか食べたり泊まったりする場所もその時は開いてる、オープンしてるから、何かあってもレスキューとか来やすい。だけどもう9月10日より後になったらもう人がいないと思った方がいい、助けてくれる人がいないと思った方がいいですね。そう思って登らない。だから11月もダメ9月10日までにしましょう。だけどこの私が言ったこの7月から9月のこの2ヶ月間は風が強いらしいので気をつけてくださいという話です。そうねという話でした。皆さんぜひ登りたい人はよく調べて行ってきてくださいね。すごいですね。でさっき言ったその予約をしましょうというね、登る前予約しましょうねっていうのはこのサムネイルのところに書いて、の YouTube で話しましたので、ぜひ時間ある時見てみてください。これもねたくさん富士山いろんな綺麗な写真見られます。あとこっちは富士山のね登る人のマナーが問題になっているというお話しました。こっちはですね、新聞を一緒に読みながら日本語読みながら確認するので、読解 JLPT の読解とか勉強している場合これを見てもいいと思いますよ。そしておすすめ、皆さんが登りたい、どこか日本の山登りたいだったら私は高尾山をおすすめします。本当にいい山です。低い山だけどとても楽しいです。詳しくは本当に見てください見ると本当いいねって思いますよ。山だけじゃないから。そうね、美味しい食べ物も食べられるんですね。この山すごいですよ。よくできてますよ。行きやすいしアクセスとてもいいです。簡単に行けます、東京からね。そして、私は今日富士山の話をしましたが、いつもは日本語を、教えています。私のオンラインレッスンがありますので、よかったら一緒に勉強しましょう。特に今 JLPT の試験が近いですね。JLPT の、読解で困っている人、私のオンラインレッスンがあります。特にこの合格する方法というのをよく説明しているビデオがこの中文のやり方ありますので、よかったら使ってください。N2 と N1 の、オンラインレッスンがあります。あとは他の、ズームレッスンもやってます。例えばプライベートレッスンとか、ビジネス日本語とか会話の練習とかズームレッスンをしてますので、よかったら、来てください。一緒に勉強しましょう。プライベートレッスンは試験前なので、試験の勉強を一緒にするということもできます。リクエストしてください。皆さんね、試験近いですね。本当ね、頑張ってください。詳しくはこのオンラインレッスンの、リンクを見てください。この後コメントのところにリンクを書いておきます。ということで、遅い時間でしたが皆さん聞いてくださってありがとうございました。最後メッセージ読むとすごいですね。ハさんは去年
私も登った。富士山登ったんですね。なるほど。いいですね。富士山登ったことあるんだ。すごいな。で、ハーさんが高尾はいつが一番いいですか？高尾山でも、高尾山いつでも登れるんじゃないかな、多分。まずは今は登れるし、富士山どうしても見たいだと、やっぱり寒い時の方が富士山ははっきり見えるらしいですね。あとは早い時間、朝の早い時間に行けば富士山見える。だけど私富士山見えなかったけど全然いいです。それでもすごくいい山だった。はい。ですのでおすすめです。本当におすすめです。簡単に1日あれば十分楽しくあのアクティビティになります。はい。日本にいる旅行に来た間だったら1日は高尾山って思ってもらえるといいかもしれないですね。はい。ということで、じゃあ皆さん今日は聞いてくださってありがとうございます。今週は本当にニュース、富士山のニュースがとっても多かったので、このニュースをお話しさせていただきました。はい、ありがとうございます。それでは皆さんまた一緒にまたね別のテーマで一緒に勉強しましょう。今日も本当にありがとうございました。